はよく飲んだけど、なんかそういえば監督なんかやるんでしょ、そのアニメじゃなく。今度ね舞台ちょっと舞台でね朗読劇の舞台をちょっと今準備してて。朗読劇なんだ、何のやつやるんですか？谷崎潤一郎のね原作で、春金賞っていうお話があるんだけど、知ってます、その春金賞をね、やります。タイトルをね春金のサスケというタイトルにしてで朗読劇をやって、朗読劇っていうとみんななんか読んでるだけかなと思うと思うんだけど、ちょっとね今回ねちょっとかなり、特殊な上演の仕方をちょっと今計画していて、今までのその朗読劇とは全く違う形のね感じ方をするようなものを今準備中ですね。監督が読むんですか？僕は読まないですね。読まないそう人気の声優さんが読みますね。だいたい朗読劇だとその一人が読んでずっとだけど、それ以外にも何かいろいろ春金とそれからサスケの役の人と、それから話しすずめっていうね役の人を設定して、その話しすずめっていうのは姿勢の人の役でいろんな姿勢の人をやりつつみたいな感じですね。全然想像つかないけど、普通の朗読劇ではなさそうですね。それはねちょっとなかなか言えないんですよ。でも普通の朗読劇ってなんとなく椅子に座ってさなんか台本読んでるのかなみたいなイメージじゃないですか。そこをね、そんなイメージありますけど、そこをちょっとね今回はちょっと違うことをしていこうっていうのがね今回のその舞台のミッションでね。なるほど。谷崎潤一郎は監督の推薦というか監督やりたい。そうね、谷崎をやってみたくなったんだよね。最初はなんかとにかくちょっと舞台をやろうってことで準備してたんだけど、なかなか台本ができなくてどうしよう困ったなと思ったら、そうか谷崎の春金賞は好きだなと思って。そうもともと好きだったんですか谷崎は好きだけど舞台で全然やるつもり全然なかったんだけど、なんかねでも急に何かを演目って考えた時に谷崎はなんか自分に合ってるような気がしてでやってみたいなと思って。いいっすね。なんかあれでしたっけ、すっげえ芸が達者なすげえなんかツンツンした女性ですよ。ツンデレのデレがないような人が主人公ですよね。目の見えない天才的な芸をする女の子が主役で、で三味線とかお琴の天才なんだよね、芸事の天才で、ただ彼女はハンディマンなんだけど同情されることをすごく嫌うんだよね。そうだった気高いのよ。プライドがすごく気高いのよ。とにかく同情を絶対させないと。で芸道にものすごく厳しいんだけど、とにかく芸の天才で圧倒的なオーラがあると。カリスマ的だけど人にも嫌われるし、そうで気が強いから。サスケっていうのは弟子なんだけどね、もともと春金は大きな正家の娘でお嬢様なんだけど、事故でちょっと目が見えなくなって、でそれで、サスケはもともとその正家のデチドンだったんだけど、その春金の芸事に惚れてしまって、そのデッチじゃなくて弟子にしてほしいっていう風になって、で春金の弟子でありつつ春金はその目が見えないので身の回りの世話もするというね、そういう役回りでいって、で春金がまたねそのいろいろやってもらってるにもかかわらずすごくサスケに厳しく当たるっていうね。その辺は谷崎っぽくなってくる感じですよね。めちゃめちゃ春金がそのサスケをしばくんですよ。しばくんだけどしばかれたサスケは春金が好きなんですよ。もう谷崎だ。カンディ肌。こんばんは。どうも。ガミちゃん。ガミちゃんだ。どうもこんばんは。お邪魔してます。今度舞台やるんですね。舞台じゃねえや、朗読劇か。おめでとうございます。今絶賛ねちょっと仕込み中でね。いやこの店にもねポスター貼っときますわ。よろしく。いいね。そういえば春金賞僕も見たんですけど。見とって。映画で見たんですよ。映画版。映画か。そうか、いいなやつたもんね。友和と桃江が出てるやつ。映画もねいっぱいあるからね。春金賞何度もね映画化されてるからね。後に二人夫婦になってますよね確か。僕が見たやつだと。確かに。いやなんかそれを感じさせるちょっとこう色気のあるお互いの演技ですごい良かったっすね。今エロっつとや。ちょっとエロスもあるからね。谷崎作品ならしょうがない。いやでもちょうどそれを見て
てて思い出したんですけど、ああいうなんか共依存関係といいますか、ああいう愛の形の話で、うちのお店って結構いろんなお客さんが来て、僕になんかいろんな相談というか、愚痴とか悩みの話をするんですけど、まあスナックだけね、いろんな人がいますそね。れを、みんなの心の支え、まあ、宇宙のねスナックだからね、宇宙のスナックいろんな星からいろんな悩みを抱えたね人が来る。それは宇宙アルコールで流し込むっていうのが僕の役目なんですけど、ちょうどそこで聞いてた話で、30代くらいの男性なんですけど、年下の彼女と付き合ってるんですよ、結構長いこと。で、最初のうちはこう年上だからっていうことでこういろいろデートだとかいろいろリードしてあげるよ僕がっていう感じで、でもなんかだんだん時間が経つにつれて、なんか彼女の方が次はここ行こうよとか、こういうもん食べようよとか、っていうかこういうのが健康にいいらしいよとか、食べてとか、あとは食べ物ばっか、あと食べ物だけじゃなくてね、その人はあまり服に頓着がなかったから、ちょっと隣歩くんだったらこういう服着てよとか、お、だんだんと谷崎っぽくなってきた。なんか昔の曲がその人は好きなんだけど、いや流行りのこういうのも聴いてよとかっていう感じで、なんか最初のうちはそれも楽しいなっていう、いわゆるこうカップルの楽しいイチャつきだと思ってたんだけど、なんか気がついたら家の中がほとんど彼女のものばっかりになっちゃったりして、自分が着てる服だとかなんか見てるものとかもだんだん彼女の趣味に合わせてくるようになって、でなんか別にそれが悪いわけじゃないんだけど、自分がだんだんなくなっていっちゃうんじゃないかっていう、このままでいいのかっていう、このままでいいのか、その人多分ねすごいいっぱいお小遣いも渡しちゃってると思うんですよね。だと思いますよって言ったらちょっとあれだけど、彼女と思ってるのはもう彼の方だけかもしれないっていう危惧すらあるよね。もしかしたら俺いいように扱われてるだけなのではっつって、あるあるあるですよね。ありありありやす恐ろしいですよね。だからこの状況でいいのかなっていう悩みを受けたんで、なんか監督はこう映画お詳しいじゃないですか、だからなんかさっきの春金賞も込みでなんかこういう作品を見ようみたいなのをぜひ教えていただければなと思いました。そうだね、やっぱりその今の話を聞いたらね、やっぱりその谷崎潤一郎の映像作品っていうのは、ね、その悩みを持ってる人にちょっと見てもらうっていうのはあってもいいのかなと思ったね。さっき言ってでも結構映画化してますよね。そう谷崎は結構映画化されてて、数多くの作品がね、映像化とか舞台化とかね、されてるよね。でもその谷崎の凄さって古くならないんだよね。確かに古くならないで、むしろとてもなんか現代的なんだよね。でも谷崎って戦前からその書いてる人だから、そんな昔なんですか？ごつ昔に書かれてるんだけど、その時にねこの感性が書けるってすごいなとは思うね。すごいですよ。絶対友達いないですよね。友達いないだってその時代の中での価値観でそこを分かり合える人ってなんか少なそうですもんね。いやなんか例えばじゃあどんな映画がありますかね？数たくさんあると思うんですけど。そうね、映画化されてる作品っていうのは、たくさんあって、春金賞に始まって卍とかね、それから知人の愛、鍵とかね、あとはそう入れ墨とかね、入れ墨、姿勢と書いて入れ墨か。そうね、それはもう何度も映画化とか舞台化とかドラマ化はされてると思うね。でね、僕はね個人的には特に増村康造監督っていうのがいるんだけど、その増村康造監督の、谷崎作品っていうのが好きだね。春金賞に関しては増村康造ではないんだけど、山口百恵のね、山口百恵と三浦友和の作品は映画としてはすごい谷崎で、よくできてる映画なんだけど、あれは増村さんではなくて、だから僕個人は増村康造の知人の愛と卍がすごく好きかな。増村康造ってあるんですよね。兵隊ヤクザとか。あとね、僕の世代だとね、実はもともと増村康造さんは基本大映画の
監督なんだけど、そのイメージですね。大映が60年代末だから70年代頭に70年代頭かな潰れるんだよね。で潰れた後に2つに分かれて組合が、確かねテレビ制作会社を大映テレビっていうのを作ってで大映ドラマっていうのを作るんだよね。でその中でテレビドラマやってるんですか。まあ70年代は映画が斜陽になっていって映画会社がどんどんテレビに進出し始めていろんなテレビドラマを作るのが70年代なんだけど、でその特に組合系がもう映画ダメだっていうんで映画を飛び出してでテレビ局に近づいていってでテレビから、制作を取るっていうねのを結構やってたのが70年代頭で。でまあいろんな東映とかだとね今でもその相棒とかと、まあ、あれもその流れの中にある。これ大映はいろんな会社特に TBS かなと組んで大映ドラマっていうのを作ってその最初のヒット作の一つが山口百恵のドラマシリーズだったんだよね。赤い運命とか赤い衝撃とか赤いシリーズっていうのがあって赤いシリーズ聞いたことある。でそれは山口百恵が主演なんだけど実はプロデューサーが増村康造なんだよね。プロデューサーなんだ。そうだからね見てるとねくどいんだよめちゃめちゃすごいくどくってめっちゃキャラが濃いんだよ。なんでこのキャラ濃い人がいっぱい出てくるんだけどそれはその映画の増村康造の、まあ、やり方だったってことにその時は子供だから分かんないね。なんでこのドラマ出てる人たちはみんなこんな癖が強いんだろうとかなんでこういうんだろうと思ってておいで後であれ増村康造だったんだってことに気がついてから案外僕は子供の頃すごい贅沢なものを見てたんだなってことにその頃はコテコテだなって思ってこんなコテコテな人いないだろうと思ってたんですよ。今となってはそれが作品世界だったんだなと気づいたっていうね。なるほど、そうあんまり作品群は見てないですけど、やっぱそのさっき言った知人の愛と虫とか、兵隊ヤクザとかヤクザ殺傷とか、谷崎作品っていうのは、時代の風俗と、その中での愛の形その時代の愛の形を描いているのが基本で、愛とは支配であると愛とは支配することであるっていうのが大体谷崎文学のパターンだよね。まあそうですね確かになんか支配的な人ばっか出てきますもんね。そうだよね愛とはっていうことに対してすごく疑問符をつけたくなんか愛って美しいものと思いがちじゃないですか。ところがこのなんか谷崎の愛はまずしばくっていう描写が多いじゃないですか。しばかれるみたいなさやられるみたいなのが多いじゃないですか。そうねなんか愛とはっていうか愛だからってそこまでしていいんかみたいな話もですよね。だから始終関係とかねいわゆる SM 的な、ちょっと表現がすごくだからこれ SM って言葉がまだ登場する前だと思うんだよね谷崎って。それでさこの内容をさ書けるっていうところがすごい人だなと思うね。確かに SM の概念がないんだよまだ。それすごいですね。そうだから SM って何かっていうと肉体的な暴力もそうなんだけどそれは単に暴力振るわれたら逃げるじゃないですか、普通はね。でも逃げないわけですよその市場関係の中でね暴力振るわれても。それはなぜかというと心を支配されてるからでこの時代にね谷崎はもう書いてるっていうね。春季賞に関して言うと、1933年とかに最初発表されてるってほいで知人の愛とかに関して言うと1920年代でしょ発表されたのがね。すごい。これ第二次世界大戦が始まる20年前にもうこの SM を書いてるわけですよ。すごいですよ。その時にもうこの感性を理解してる。